こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。このスタイルは久しぶりですね。まぶちいな。えっ、と、少しずつね、また出していきたいと思っています。で、今日は、引き寄せの法則についてね、話ししたいと思っています。やっぱり、自分の思うようにね、人生というか、いろんなことがあったりするから、そこでこう自分自身がどういうふうな未来を体験したいかっていうのは、やっぱり引き寄せをしていくと、そういうふうになっていくから、で、今見えていることっていうのは、もうこの大きいこととして考えないで、自分の小さな目の前で起きている家族のことであったりとか、あの、今自分が体験していることっていうのは、過去に自分が出した周波数になってくる。気持ちそう。今、楽しければ、あのなんていうのかな。ちょっと前にね、1週間とか1ヶ月ぐらい前に自分がいい気持ちでいたから、今、平和な感じであったりとか、今すごく嫌な気持ちであったりとか、嫌なことを体験してたら、それは過去の自分の気持ちが映し出してるっていうことになってくるんですね。そうなので、自分自身の今の気持ち、今出している気持ちが何なのかっていうのがすっごく大事なんですよ。この気持ちが未来になっていくから、それも近い未来になっていくっていう感じかな。1週間後、1ヶ月後、半年後とかになっていくから、今自分が出している周波数、気持ちっていうのが本当に大事です。で、これが引き寄せになっていくんですよね。だから、そのまま何もしなくてもいいんだけど、意図的に自分がこういう風になっていきたいっていうのがあるんだったら、意図的にその気持ちを出していけば、未来がそうなっていくっていう感じですね。じゃあ、例えば、私だったら、やっぱりコロナがね、コロちゃんが収束してほしいから、収束して本当に世界が平和になって、本当に安心して落ち着いてる感じになってるっていう感じで、ちょっと引き寄せたいと思います。引き寄せっていつそうなるかわかんないけど、やっぱりいいイメージをしてるとそういう風になっていくんですよね。これが宇宙の法則になって引き寄せの法則になってくるから、やっぱそれを本当に願うので、でちょっとやってみますね。気持ちでね、気持ちを感じるってやつで。で全部本当にこう終わって、そこで私はどんな気持ちかってことですね。私どんな気持ちになるかな。よかったみたいな。もう本当に長かったなみたいな感じと、あとハイタッチと、あとみんながだんだん日常を取り戻して、本当にこのあるいつもの日常っていうのがすごく尊いんだなっていうことに気がついてたり、そんな感じ。私自身はそういうのを見てよかったな、よかったみたいになってる感じに今、なったんですけど、この今良かったとか安心したとか嬉しいなとか、こういう気持ちのバイブレーションが未来になっていくんですよね。だからこの気持ちを出すっていうのがすごく大事なんですよ。波動なんだけど、私たち波動だから波動を出せばそういう風になっていくって感じね。うん、じゃあ、もう一個やってみようかな。仕事がどうなるといいかな。なんか自分の今やってる仕事とかが、いい感じにね、みんなで喜んでもらえたらいいし、私も楽しくて、ワクワクした感じになるっていう感じにしてみようかな。じゃあ、それが叶ったらどんな気持ちかっていう気持ちを出していきます。わー、嬉しいなー、みたいなね。
楽しいなあ、こういうことやりたかったなあとかね、出てきますね。うん、本当にこう、やりたかったことができて嬉しいなあっていう感じの気持ちが出てます。ああ、なんか生きててよかったみたいな感じね。この気持ちがハイヤーに行きますから、未来がそうなっていくっていう感じになります。あと、どういうのがあるかな、願望とかだと。うん、家族のことですか？うん。家族が今家にいるから、うん、みんなが日常を取り戻して、うん、学校行ったり、仕事、旦那さんの仕事も忙しかったりして、うん、この当たり前の日常が嬉しいなみたいな感じしてみようかな。その、そうなったらどんな気持ちかってやってみますね。結構リアルに感じるといいんですよね。妄想なんですけどこのバイブレーションが大事だから、どんな気持ちか。やっぱり前以上にどんどんこうお客さんが増えるのかなっていうのと、子どもたちが本当にこう楽しくお友達と遊んで、あのー走り回っている感じ、勉強に忙しそうみたいなこういう日常いいなみたいな感じで、私がまた見ている、私はそこの中に入ってないんだけどね、こうやって見てるっていうか、今そういう感じに今なってます。嬉しいな、よかったみたいな感じ。はい。こういう感じで引き寄せってさ、やるんですよ。で、そうするといつ叶うかは分かんないんですけど、そういう風になっていくっていう感じね。うん。やっぱりその自分の未来は自分で作っていくんですよ。これはこう小さいものも大きいものもそうだから、まずこういう自分自身の本当に自分が何やりたいかとか、今自分がどうしたいか、これから先どうなっていきたいかっていう願望を出していくっていうのはすごくいいと思いますね。やっぱりこう結構時間があるから、私もこうやって引き寄せをねやってるんですよ。で、いつ叶うかっていう期待をしたり、叶わないじゃんとかね、お金とかで例えばこういう風になりたいみたいにやって、だけどこうならなかったっていうのをすぐにさ、私たちって答え合わせをしちゃうんだけど、これをもうやらないって感じ。もうオーダー出したらいつかそうなっていくから、いつなるかっていうのは分かんないから、出して出しっぱなしで次みたいな感じにするといいと思いますね。じゃあ、あともう一個やってみよう。お金とかやってみようか。じゃあ、お金が、いっぱいになって、月収がいくらとかさ、年収がこういう風になって、それで、それが叶ったらどんな気持ちかってやつね。うーん、月収100万とかね。年収1000万とか。なんかそういうのもいいよね。それが叶ったらどんな気持ちか。気持ちを出していきます。ああ、そうだな。やっぱりすごいこう安心感と、あとはそういういっぱいお金があるっていうのを、今度はいろんなものに使うっていうかね、投資したり、何か、やっぱりこういうコロちゃんのこととかがあると、お金の使い方が変わるんだなっていうのはすごい今見えて、だから何かこう、なんだろう、自分で何かを始めたり、なんか頑張ってる人たちに投資したりとかやりたいなって今思いましたね。うん、
なんか助け合うっていうかね、なんかそういう感じのことをやりたいなって今思って、それができたらどんな気持ちかやってみようか。本当にいいなぁ、みたいな。これはいい。こういうことに回したいと思ってたんだよなぁ、みたいな感じで、嬉しそうにしてるっていう回になりました。どうなっていくかわかんないけど、いい気持ちになっていくよね。そう。そしてこれが未来になっていくから、こうやって引き寄せっていうのを皆さんもよかったらやってみてください。半分寝ぼけながらやってるからちゃんと喋れてたかな。だけど、引き寄せっていうのは意外と簡単なんだけど、コツは自分の気持ちのバイブレーションを出すこと。ビジョンがそうなっていくんじゃなくて、自分のそこにいる自分の気持ちを出さないとそうなっていかないから、気持ちよくさせてみてください。ではまた撮ります。ではでは。